んだよ。任天堂スイッチで発売中のパズルボブルシリーズの新作、パズルボブルエブリバブル。以前の動画で特殊バブルの効果的な使い方を解説したけど、今回はなんとストーリーモードの通常ステージを全部攻略していきたいと思うよ。ただし結構長いから、この動画ではエリア1のレインボービレッジからエリア4のレインボーファクトリーまでプレイしていくよ。エリアの最初と最後、ステージの始まる前とクリアした後にストーリーが流れるんだけど、今回はそれはカットしちゃうから、どんなお話なのかは自分でプレイして確かめてみてね。星3でのクリアを目指しながらポイントを伝えていくけど、僕のプレイが正解なわけじゃなくて、クリアの仕方の一つだと思ってみてくれると嬉しいな。クリアできないステージの参考にしてみてね。ステージごとにチャプターがついてるから、見たい箇所に飛んでみれるよ。最初は簡単だけど、根元を狙うと素早く星3クリアができるよ。ね、いい感じ。ステージにはチャックンがいるところを意識してちぎり落とせば、ふふ、楽勝楽勝。ステージ3の方がめっちゃ簡単。緑バブルが回り込んでるから、ここを消せば一瞬だよ。ステージ4からアイテムが出てくるよ。そのまま当てずにちぎり落としてストップしてから Y ボタンで使うといいよ。スターバブルのコツは以前アップした特殊バブル解説の動画を見てね。ステージ5も同じようにスターをちぎり落として使おう。ちなみに真上に投げるときは上ボタンを押すと狙いが真ん中に戻るから狙いを合わせやすいよ。ステージ6はちぎり落とすには少し面倒なのでスターに当てて消そう。残ったバブルはストップのスターで紫と青を同時にあー失敗。でも星3取れたからいいね。ステージ7はボムが出現するよ。一直線に並んでるオレンジを消してボムをストップで真上にボムをほい。2発でクリア。ステージ8はボムをちぎり落とすのはちょっと面倒だからどんどんボムに当てていこう。ミスった。今のは見なかったことにして。ステージ9からブランクバブルが登場するよ。慣れるまでちょっと難しいかもしれないけど、慣れたらどんどん消していけるよ。クリア。ステージ10もブランクバブルがいっぱいあるけど、A ボタン長押しで連射ができるので、ポンポン消していけるよ。ブランクバブルが集まってるところは長押ししてサクサク消していこう。ステージ11はとにかくひたすら消していこう。慣れないうちはあまり欲張らず手前から狙っていこう。慣れてきたら
ってもいいね。こんな感じ。ステージ12はスターが2つあるけど、ちぎり落とすのはちょっと難しそうなので、普通にバブルを当てちゃうよ。これでもスムーズにクリアできるね。このステージもブランクバブルがあって、ちぎり落とすのがちょっと難しそう。ゴムバブルを狙ったり、ブランクバブルを地道に消しながら進めよう。慣れてきたら根元を狙ってちぎり落とそう。欲しい色が来なくても焦らずに。よし。ステージ14はブランクバブルがいっぱい。天井が下がってくるスピードが結構速いけど、A ボタン長押しで連射してバシバシ消していくと簡単にちぎり落とせて余裕が見えてくるよ。ブランクバブルを効率よく消していって、最後は根元を狙ってクリアしよう。エリア1の最終ステージ。バブルがたくさんでびっくりするけど、ゴムバブルが途中に挟まってるから、そこを狙おう。狙いづらい時は手前から焦らず消していって、慣れたら奥を狙って頑張ってちぎり落としてみよう。右上にピンクのチャックンが集まっているから、あれを消してスターを手に入れて、スターで残りのバブルを一気に消そう。ミニルンパークはチャックンが出てこないよ。バブルを全部消そうがクリア目標だよ。なるべく奥を狙ってちぎりを意識して。地道に消しても星3取れるよ。ステージ2から板が出てくるよ。板は直線消せないから壊すかちぎり落とすしかないよ。このステージはちぎり落としていこう。ステージ3も板が出てくるよ。このステージではなるべく上の方からちぎり落としていこう。この辺は反射が必要になってくるから、慣れない道は難しいかもしれないけど、頑張ってね。ステージ4も板がたくさんあるけど、ボムもたくさんあるよ。板を壊さないとクリアできないから、ボムで壊していこう。あ、
スショットもボムで壊しちゃえ。このステージではスターが登場してるんだけど、場所的にちぎり落とすのはちょっと無理なので、そのまま使っちゃおう。ピンクと青の間に、あ、間違えた。バブル投げちゃった。こうやってピンクと青の部分を作って一気に消そう。やったね。ステージ6でガイドバブルが出てくるよ。ガイドバブルはいつもは短いガイドがこんな感じに長くなるよ。着弾点がわかるからかなり嬉しいバブルだよね。しまった。無茶なすり抜けもできるようになるけど、無茶すぎたかな？どんどん反射で消していこう。ガイドはしばらくすると消えちゃうけど、ガイドバブルを追加すればいいね。ここもガイドバブルがあるから、ガイドバブルを使って根元の方から落としていきたいステージだね。よし、ガイドが伸びたよ。残りのバブルは緑の実なので、手玉は緑しか出てこないよ。あとはあそこの根元だけ。これでクリア。ステージ8で視点が出てくるよ。視点は周りにくっついてるバブルを全部消さないと消えないから、視点がどこにあるか考えて、視点の周りのカラーバブルを消していこう。視点もデッドラインを超えるとゲームオーバーになっちゃうよ。ステージ9も視点が出てくるよ。視点にくっついてるバブルとそうじゃないバブルがあったり、狙いづらいバブルがあったりするけど、落ち着いて確実に消していこう。ステージ10はところどころに視点があるステージだよ。視点の周りにくっついてるバブルを優先して消していこう。いっぺんにちぎり落としたりするのは難しいステージだから、地道にコツコツと消していこう。慣れないうちは焦らずしっかり狙ってね。このステージは視点とボムバブルが両方出てくるよ。ボムはいろんなバブルを破壊できるけど、視点は消せないよ。でも視点をすり抜けてバブルを壊せるよ。この1個だけある色の違うバブルが邪魔だから、ボムの衝撃をすり抜けさせて消そう。あとは簡単だね。クリア。ステー
ージ12はちょっと難しくなるよ。どんどん天井が迫ってくるし、出だしからバブルが詰まってるから、慣れないうちはパニックになっちゃうかも。天井が下がるスピードが結構速いから、注意するのと、板と板の間に入り込んだバブルをうまく消してあげるのがポイントだね。焦ると板がデッドラインを越えちゃうから、地道に近いところから消していこう。デッドラインに注意をしつつ、コツコツ消していこう。ステージ13はサイドと視点が出てくるステージ。結構狙いづらいところが多いから、初めにガイドを取って着弾点を確認しつつ、反射をうまく使いながら確実に消していこう。天井も反射するから、ビリヤードみたいにうまく狙って、クリア。ステージ14は、ブランクバブルと板が出てくるステージ。これも天井が下がってくるから、デッドラインを板が越えないように、左右気をつけてまんべんなくバブルを消していこう。根元がカラーバブルだから、そこをうまく狙えるようになれば、ちぎり落とせるけど、それまでがなかなか狙いづらいステージになってるよ。あ、反射させて。よし。エリア2の最終ステージ。天井が下がってくるから注意しつつ、ボムを有効活用したいから取っておこう。ボムの使いどころは、違う色のカラーバブル同士が一色ずつバラバラに集まってるところ。そこを消していこう。青が一つだけ残っちゃった。青が来ない。来たー。来てほしい時に欲しい色がなかなか来ないのがパズルボブルだけど、なんとかなったね。真上のところも黄色が一つしかないからボムで消そう。ボムで消すことで逆にバブルが1個だけになって消しづらくなることもあるから、そういう時は無理にゴムを使わない方がいいかも。やったー。ギリギリだったけど星3クリア。エリア3、レインボータウンやっていくね。ここからペイントバブルが登場するよ。ペイントバブルは、ペイントバブルと同じ色のバブルを当てると、一発で消えるよ。レディー、ゴー！ステージには、バブルがいっぱいだけど、よく見るとその中に、ペイントバブルがあるよ。ペイントバブルを狙っていけば、サクサク消していけるステージになってるよ。レディー、
3はペイントバブルをちぎり落として使うといいよ。こんな感じでちぎり落として、バブルの色がばらけてる場所に投げよう。ピンク、ミスっちゃった。このステージ、色数が多いから、なかなか狙ってる色が来ないんだよね。この黄色、どうしても残っちゃう。よし、これでステージクリア。レディーステージ4からチェンジバブルが登場するよ。チェンジバブルは1秒ごとに色が変わってバブルが当たった瞬間の色で固定するよ。でも色を待ってるのがもどかしいから、なるべくチェンジバブルが2つ並んでるところにどんどん当てていこう。意外とサクサク消せるよ。レディーこのステージ、上のピンクのジャックンが一人でくっついてるから、あそこをちぎり落とそう。あー、失敗。こんな感じで色を待って狙ってもいいし、同じタイミングで色が変わるチェンジバブルが2つ並んでたら、バンバン降っていってもいいよ。よし、クリア。このステージもチェンジバブルがところどころに入ってるよ。結構ちぎり落とせるポイントが多いから、ちぎり落とせそうなところはちぎり落として、なるべく早くクリアしよう。根元のピンクを狙って。こんな感じ。いいね。レディーステージ7はチェンジバブルがたくさん出てくるから、なるべく同じタイミングのチェンジバブルが2つ集まってるところを狙って消していこう。チェンジバブルの色を待ってるとクリアタイムが遅くなっちゃうから、色がバラバラにならないように気をつけつつ、なるべくポンポン当ててった方がいいよ。レディーステージ8はスターが出てくるけど、ちぎり落とすには時間がかかりそうなところにあるから、直接当てて使おう。ピンクがいいかな？ピンクでよかったかな？右側がちぎり落としやすくなるから、黄色を消した方が良さそうだったね。一応クリア。レディーステージ9はペイントバブルが出てくるから、ちぎり落として視線の周りの色を変えるといいよ。
バブル結構たくさんあるのでどんどん使っていってもいいけど、緑と紫どこにどっちのペイントバブルを投げた方がいいか考えた方がいいね。右端は紫、こっちは緑だね。ここも緑のペイントバブルがいいけど紫しかないから、これでクリア。レディーステージ10は岩が登場するよ。岩はどんなバブルでも壊せないよ。でもボムやペイントバブルの効果が貫通するからそれをうまく使ってね。岩は残っててもステージクリアになるよ。レディーステージ11は岩以外のアイテムが特にないから地道に消していこう。あ、ミスった。クリア。レディーこのステージも岩を避けつつ消していくけど、チャックンを救出するステージだから天井に並んでるチャックンを救出すればいいんだけど、岩はちぎり落とせないから狙うときに岩が邪魔になるね。本来だったらバブルを消せばクリアになってより狙いやすくなるんだけど、天井が下がってくることもないから狙うのが大変。狭いけど、やらかした。中央左のピンクは後回しにしよう。天井のピンクしか見てなくて岩に引っかかった。こんな感じでめちゃくちゃ邪魔だな。岩。中央は反射で当てるしかないかな。失敗してもそれを元に位置調整すれば当てられるよ。レディーステージ13はペイントバブルをどの順番で消すかがかなり重要になってくるよ。まず紫のペイントバブルをちぎり落として横一直線に並んでる紫につなげるよ。オレンジのペイントバブルもちぎり落としておいて、まずは紫を消そう。次に左上の根元のオレンジにつなげるためまず青を消して、その後にペイントバブル。うまくつながった。最後は青のペイントバブルを取って右上の根元付近に投げる。そして青で全てのバブルをちぎり落とす。パズル要素が結構強いステージだったね。いきなりバブルがいっぱいで焦るけど、まずゴムに当てて。あそこすり抜けできるかな？無理か。いけた。なるべく支点の周りのバブルを消すようにしたいんだけど、あとあそこの支点はピンクだけ、ここの支点は緑だけ。欲しい色が来ない。ゴム使っちゃえ。ちょっと余裕ができたね。支点が邪魔だからゴムを使って。真ん中のゴムをうまく使いたいけど、当てちゃ
とは残ったバブルを消して。クリア。レディーエリア3の最終ステージ。このステージはところどころ横一直線に並んだところがあるから、そこにペイントバブルを当てていくと素早く消していけるよ。次は右側の緑。緑に到着するまでがちょっと面倒だな。緑につながるかな。あ、いけた。いいね。次は青のペイントバブルを持っているから、あの中間に当てたい。また青のペイントバブルを手に入れたから、根元の青につなげるか。天井行ってみよう。ああ、もうちょっと消してから投げればよかった。紫のペイントバブルゲット。上さえ消せばちぎり落とせるから、これでいけるはず。やったね。クリア。エリア4のステージ1はレディーカッキーなのか猫なのか。かわいい顔が描かれたステージだよ。ところどころステージの左右に視点があるから、その視点を優先的に消していこう。ブランクバブルもあるから、どの色を投げれば効率よく消していけるか考えて投げていこう。あそこ狙えるかな。いけた。最後は根元を狙って綺麗にクリアできたね。レディーブラスター初登場のステージだよ。ここは横に切らずに斜めに切って、天井のブラスターは横の時にバブルを当てよう。ステージ3もブラスターをどの順番で消すかが重要だよ。5バブル分消せるから、まず横で切って、次にこんな感じに斜めに切れば、このステージも2回でクリアできるよ。レディーここはブラスターをちぎり落として使うステージだよ。まず斜めの向きで落として、左側の視点に沿ってくっついてるバブルを消すよ。次に斜めの反対向きで落として、右側も同じようにバブルを消そう。そして次は横向きのブラスターを落とせば、上の視点にくっついてるバブルを一気に消せるよ。あとは残ったバブルを消してクリア。ステージ5。レディーペイントチェンジバブルが初登場。ここは2つのペイントチェンジバブルに当てれば、それぞれ天井にくっついてるバブルまで染めてくれるから、あとはその色を消したらクリア。レディーステージ6は効率的にクリアしていくために当てる色を考えよう。
ここは視点と視点の間がピンクだから、ペイントチェンジバブルがピンクの時にピンクバブルを当てよう。こっちは黄色だね。スムーズに消せるよ。上はペイントチェンジが青の時、青バブルを当てればこっそりちぎり落とせるよ。反対側は同じように緑で消しちゃおう。クリア。レディーこのステージはブランクバブルをどんどん消していって、真ん中のペイントチェンジバブルでキャッくんが捕まってるバブルを止めてあげて、一気に助けてあげよう。これでペイントチェンジまでの道がある程度確保できたけど、反射で放り込むための角度が難しいんだよね。これでいけるかな？ちょっと微妙かな。これでどうだ？いけた。青をぶつけてクリア。レディーステージ8はバブルがヘビみたいに蛇行しながらつながってるステージだよ。左右に視点があるから、視点周りからなるべく消していこう。真ん中も消してバブルをちぎり落としながら進めよう。緑が欲しいけど来ないな。緑来た。だんだん天井が下がってくるステージだから、狙いの角度が変わってくるから注意してね。狙いづらいバブルもあるけど、確実に消していってクリア。レディーステージ9はブラスターとペイントチェンジが登場するよ。横にバブルが11個並んでるステージは真ん中に真横のブラスターを投げ込めれば一気に下のバブルをちぎり落とせるから、とりあえず最初に真横のブラスターを手に入れておこう。だんだん天井が下がってくるからバブルがデッドラインを越えないように注意してね。オレンジが来ない。オレンジが来ない。オレンジがもうちぎり落としちゃえ。もっと早くこうしちゃえばよかった。横のブラスターを持ってるから天井の真ん中に当てれば一発で全部ちぎり落とせるはず。よし、クリア。タイムも得点ももっといけそうだけど、これでも星3取れるからいいか。レディーブラスターが出てくるステージだよ。斜めの板が邪魔なので、ブラスターが斜めの時にちぎっちゃおう。このブラスターが天井が下がってくると狙いにくくなるから早めに処理しちゃおう。最後は天井の真ん中に真横のブラスターを当てたいから、通り道を作って
真横のブラスターゲット。真上に投げてクリア。レディーステージ11はチャックン救出が目的だけど板が嫌な位置にあるからうまく避けながらチャックンを助けてあげよう。天井が下がってくるステージだから端のバブルがデッドラインを越えないように気をつけてね。まずは緑のチャックンを助けてあげて、次は紫、オレンジも、あとは反射で青を助けてあげよう。クリア。レディーステージ12はチェンジバブルで数字が書いてある数字のステージだよ。ここのチェンジバブルは厄介だけど天井が下がってくるスピードも速いからバブルがデッドラインを越えないようにポンポン消していく必要があるよ。このステージ序盤の中でも鬼門になってるステージで結構ここで引っかかってる人が多いらしいよ。あ、危ない危ない。間に合うか？うわ、ギリギリ。こんな感じで左右のバブルがラインを越えないように最初から忙しいよ。チェンジバブルよりブランクバブルの方が消しやすいからチェンジバブルを消していくよりブランクバブルを消していってちぎり落としちゃった方がいいよ。結構たくさんちぎり落とせたね。チェンジバブルは色の変化を待たず2つ並んでる間にバシバシ投げた方がいいかも。残り1色になったら簡単になるね。ギリギリ星3クリア。レディーステージ13はペイントチェンジバブルをいいタイミングで落として使うのがポイントだよ。左右の視線が青バブルでくっついているから板の上のカラフルなバブルを全て青に染めていくよ。そのためにペイントチェンジが青になったタイミングでちぎり落として黄色バブルの真下を狙って投げよう。効果は2バブル分だから投げる場所に気をつけてね。同じように左もペイントチェンジが青の時にちぎり落としてつながるように3つのバブルを青に変えたらクリア。レディーステージ14は左側でペイントチェンジバブルをゲットして右側の色がバラバラしたところを染めていこう。思ったより時間がないステージなので色とかを待たずにどんどん消していった方がいいよ。黄色が来てほしいけど来た。ピンクが来たのでこの辺の根元を狙ってレッドライン回避。黄色、これは真ん中を狙ってもう一つペイントチェンジを落としておっとこれで黄色消してペイントチェンジを取った意味なかったかも。あとはオレンジ、黄色を消してクリア。深く考え
スピード重視で消していった方がクリアできるよ。レディーエリア4の最終ステージ。このステージはブラスターをどの向きでどのブラスターをちぎり落として使うかで解き方がいろいろあるよ。今回は最初左斜めにブラスターを使って次に左上のブラスターが真横の時に当てる。結構ちぎり落とせたね。真横のブラスターが手に入ったのでこれは温存しておくよ。右上のブラスターも真横の時に当てると右側全部ちぎり落としてくれるよ。ちょっと余裕ができたね。今度は僕の頭上のバブルを消していって左側の天井にくっついてるブラスターが真横の時にさっきストックした横のブラスターを使う。そうすると左側がごっそり落とせたね。斜めのブラスターを手に入れたから残ったブラスターが真横になった瞬間斜めに当てると右側もごっそり落とせた。あとは残ったバブルを消してクリア。こっちの解き方の方が簡単かもっていうのがあればよかったらコメント欄で教えて。今日はここまで。序盤のエリアはあまり考えなくても速くて正確なショットができれば星3クリアはできちゃうんだけどエリアが進んでいくにつれて特殊バブルをうまく使ったりバブルを消していく順番が重要になっていくよ。これよりもっと速くて楽ちんなクリア方法もあるかもしれないからいろいろな解き方を試してみてね。各エリアを星3クリアすると EX ステージっていう難しいステージが現れるんだけどそっちは自分の力でクリアを目指してみてね。エリアをクリアするごとに君の腕も上がってるから頑張ればきっとクリアできるはず。次はエリア5の虹の図書館からエリア7のレインボーフォレストまで攻略していくね。それじゃあまたね。はよんぱー。